どうも皆さんこんにちは。繁盛株式会社の木野です。本日は Excel 初心者の方向けに簡単な操作テクニックを5つご紹介させていただきたいと思います。ご紹介させていただくのはこちらの5つの操作になります。まず1つ目は関数を書かずに合計値を計算する方法、2つ目にグラフの作成方法、3つ目にデザインテーマを選択する方法、4つ目に数字の表示形式を変更する方法、5つ目にマス目を消す方法になります。では事前に準備しておいたこちらの表を使いながら説明をしていきたいと思います。まず1つ目の関数を書かずに合計値を出す方法なんですが、ここの合計の下の部分が空白になっていますので、ここに A さんから C さんまでの合計値を入れたいと思います。合計したい範囲を選択いただいて、ホームタブの中にあるオートサムの、こちら一番上の合計をクリックします。はい、するともうこれだけで合計値が入りました。上の方を見ていただくとしっかり関数が自動で記入された形になっています。ではこのセルの右下の四角の部分を掴んで一番下まで引き伸ばしていただきますと、これで1月から6月分まで全ての A さんから C さんの合計値が入力されました。では2つ目のグラフの作成方法なんですが、この範囲を今回グラフにしたいと思いますので、範囲選択したら挿入タブの中にあるおすすめグラフをクリックします。するとグラフのパターンがいろいろと出てまいりますので、今回はこの折れ線グラフを選択したいと思います。はい、グラフが完成しました。サイズを少し調整しておこうと思います。ではグラフも出来上がりましたので、次はデザインテーマの選択です。ページレイアウトタブの中にある左側のテーマ、こちらを開いていただくと様々なデザインテーマが出てまいります。今回はこちらのオーガニックを選択してみます。はい、デザインが変わりました。テーマは他にも様々なものがありますので、これがいいかなというものを選んでいただければと思います。では次に数字の表示形式を変更する方法なんですが、この数字の部分をすべて範囲選択して、ホームタブの中にあるこのお金のアイコンですね、こちらをクリックします。はい、すると日本円での表示形式に変更されました。グラフの中の数字もしっかり変わっているのがわかると思います。では最後にこの一つ一つのマス目、線が入っていると思うんですが、このマス目を消す方法です。表示タブの中に枠線という部分チェック入ってますので、こちらを外しましょう。はい、すると真っ白の部分に表とグラフだけが残っている状態になりました。これらの5つの操作だけで関数の入力などもなく、このぐらいのものは作成することができますので、Excel 初心者の方も怖がらずに Excel でちょっといろいろと作ってみていただけると良いかなと思います。本日はご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは映像制作からウェブ制作、そして Excel など様々なスキルのご紹介をさせていただいております。もしこういったものも取り上げてほしいなどございましたら、ぜひコメントお願いいたします。またチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。